ちは、お手紙ヤギです。東京の毛糸屋さんをめぐるはしごショッピングのイベント、東京ヤーンクロール2023。このイベントに参加しているお店を回ってきて、その様子とか購入品の紹介をしていますが、今回はシリーズ第3弾で、青山近辺を中心に回ってきました。お邪魔したのは、沢田イットとウォルナット東京と、そして前回まだ始まってなかったので行けてなかった鉄麦糸の森というポップアップストアのオープンに合わせて再び浅草橋にも行ってまいりました。ということで今回は3つのお店にお邪魔しています。3軒とも店内の撮影 OK でしたので、今回も第1弾、第2弾と同様、お店の様子などを詳しく撮影しています。気になる毛糸屋さんがあればぜひチェックしてみてください。ちなみに東京ヤンクロールって何なのって思われた方はぜひこの辺の動画も合わせてご覧ください。それでは始めましょう。まず最初に訪れたのは鉄麦糸の森です。お店は JR 総武線の浅草橋駅または都営浅草線の浅草橋駅からも徒歩10分ぐらいのところにあります。今回はいいお天気だったので会場への行き帰りの道すがら浅草橋の街の様子もいろいろ見て回ってきました。関係ないですが今回もまた張り切って手編みのウェアを着てきています。今着ているのと同じセーターを着ていきました。前回浅草橋は問屋街として有名とお話ししたんですがこんな感じです。レザーの専門店とかビーズや天然石のお店が多くて、他にも刺繍リボンとか変わったところでは鈴屋さんみたいなお店もあったり、様々なクラフトの材料を扱うお店が軒を連ねていて、ものづくりが好きな方は歩くのがすごく楽しい街だと思います。鉄麦糸の森は駅前に広がる問屋街からは少し離れた閑静な場所にあるレンタルギャラリーの写真企画室ほとりというところで開催されていました。古民家を改装したおしゃれなギャラリーでした。鉄麦糸の森は期間限定のポップアップストアなんですが、今年で開催2回目となる鉄麦に特化した糸のマーケットっていう単独のイベントでもあるんですね。なのでこちらでは毎年出店者を募って複数の鉄麦作家さんによるグループ展みたいな展示販売のイベントという形式になっています。今年は23名の作家さんが参加していて、それぞれの個性を発揮した賑やかな空間になっていました。カラフルでポップなものもあれば、羊本来の色や気質を生かしているものとか、またはいろいろな素材をミックスした自由な発想のものもあったりと、本当に多種多様なアートヤーンで溢れていて、体感的には23名どころか100名ぐらいに感じるボリュームでした。もうね、一個一個全部紹介していきたいくらいなんですが、時間がいくらあっても足りないので、動画に収めたほんのごく一部をご覧ください。すごいですよね、これ。実物を間近に見るとさらに素敵なので、ぜひ興味が湧いたら足を運んでみていただきたいなと思うんですが。アートヤーンということで一点物も多いのでお値段も結構するのかなと思いきや、意外に手に取りやすい良心的な価格の作品もたくさんあって気に入った作品を手に入れやすいと思いました。こちらはミッション糸という企画だそうです。事務局が用意した共通の材料を使ってそれぞれの作家さんが紡いだ作品ということで、同じ素材を使ってこれだけ違った作品に仕上がるっていうのがよくわかる面白い企画ですね。あと鉄麦を体験できるワークショップや羊毛の詰め放題なんかの楽しい企画もやっていました。ということで鉄麦糸の森ではこちらの2つのアートヤーンを購入してきました。いろんなタイプの作品があってそれぞれのタイプで手元に置いておきたいと思った糸があったので本当に迷ったんですけど、今回は羊本来の個性を生かした作品に心を惹かれまして、こちらの2つを購入してきました。一つはこのラベルにあるアイラトワさんっていう方の作品で、これはメリノとモヘヤのより合わせたものですね。
こういう感じのものを何て呼ぶんだろう。ちょっとこちらの本で調べてみようと思うんですが、スパイラルヤーンっていうのかな。ふんわり紡いだメリノ糸と、この細い、見えるかな。この細い、これは市販のモヘアって書いてあるんですけど、この全く太さの違う2つをより合わせて、こういう独特のテクスチャーを出している糸ですね。このメリノの方が甘よりなので、すごいふんわりしてて、羊を触っている感じです。もう一つは、これもラベルを見ますと、ボーシェイバーさんっていう方の作品で、これはジャコブの天然カラーって書いてありますね。ジャコブって多分羊の品種なんですけど、そのバッツを紡ぎましたって書いてあります。バッツっていうのは、羊毛の繊維の向きをある程度整えて、ドラムカーダーにかけてできる長方形の繊維をロールにしたものということです。多分繊維の整え具合で言うと、ほどほどっていう感じなのかな。ラベルには、取り除ききれなかった藁や草が残っていますって書かれていて、こちらは羊の面影が見えてくるような感じがとてもいいなと思いました。手触りはかなり野生的なと言いますか、ドライでカサッとした感触ですね。作家さんについてもせっかくなのでちょっと調べてみました。まずこちらの糸を作った作家さんはアイラトアさんといって、この糸は全く染めてない生成りの色だと思うんですけど、同じスパイラルヤーンの紡ぎ方で綺麗な色に染めたものもたくさん会場にありました。インスタグラムを拝見した情報によると、この作家さんは北海道で活動されているみたいで、自宅にアトリエショップがあるのと、オンラインショップもされてるみたいです。あとこういったイベントでの出展もちょくちょくされてるのかな。基本的に一点物のアートヤーンみたいなので、気になるものがあれば一期一会だと思うので、迷わず購入した方がいいかもしれないですね。もう一つの毛糸、こちらの作家さんはボーシェイバーさんって言って、ブログを拝見するとこちらはサッカーユニットということなので、複数のアーティストさんで活動されてるのかな。羊毛の他にもレザークラフトとかシルクスクリーンなどいろんなクラフトをやってるみたいです。紡ぎは20年以上の歴がある作家さんみたいで、以前はご自身で羊のオーナーでもあったようです。この糸は染めは一切入っていない天然カラーでできた色合いということで、羊の種類によって違う質感や色合いなどの個性を生かした糸作りを目指しているみたいです。作品からもそのコンセプトをはっきり感じることができます。普段は世田谷のレンタルボックスで販売されてたりするみたいなんですけど、オンラインショップはないようなので、お目にかかる機会はあとは作品展などのイベントくらいなんでしょうかね。こちらの方の作品もなかなか出会えないと思うので、気になったら思い切って買ってみるのがいいかもしれないですね。今回購入したこの2つの糸は編んで何か形にするというよりかは、今のところお部屋に糸のまま飾って楽しもうかなと思っています。展示のように壁に吊るしておけば毎日眺めることができて癒されそうです。自分で紡いだ糸も後々仲間入りさせていって、アートヤーンのコーナーを充実させたら楽しいかなと妄想しています。ということで、1軒目にお邪魔したのは23名の紡ぎ作家さんが一堂に会した展示販売のイベントの手紡ぎ糸の森でした。はい、そして2軒目にお邪魔したのは沢田イットさんです。
場所は東京メトロ銀座線の外苑前駅または表参道駅から徒歩数分のところにあります。外苑前と表参道は隣り合った駅で、沢田イットさんはその2つの駅のだいたい中間くらいに位置しています。浅草橋からだと都営浅草線から銀座線に乗り継いでだいたい30分くらいで着くかなと思います。地上に出ると青山通りという大通りに面しています。青山通りは渋谷から永田町まで東京の中心地を横断する道路なので、みんながイメージする大都会の東京っていう感じの街並みです。せっかくなので歩道橋の上から大都会を満喫してみました。沢田イットさんのお店は1階にフランフランというおしゃれ雑貨屋さんが入っているビルで、その5階にあります。沢田株式会社さんっていうのが沢田イットというテアミートのブランドを作っている会社なんですが、今回の店舗というかショールーム兼店舗があるのが沢田株式会社さんの事業所のフロアの一角になります。こちら普段は予約しないと入れないそうなんですが、東京ヤンクロールの開催中は予約なしで入ることができるということです。普通のお店と違ってまずエントランスの内線電話でヤンクロールで来ましたって挨拶してからスタッフの方に通していただくっていう形になるんですけど、なんか若干就活の面接みたいで微妙に緊張しました。ということで中に入るとやっぱり普通に職場の雰囲気なんですけど、その一角がショールームとして区切られている感じです。こじんまりしたスペースではあるんですけど、壁一面に設置された棚と中央にテーブルがあって、そこに所狭しと毛糸が並んでいました。沢田イットのすべての商品がここに揃っているということです。私が普段毛糸を買いに行くお店では沢田イットさんの毛糸あまり取り扱いがないので、初めて見る商品も多くて新鮮でした。こんな感じにずらーっと並んだ糸たちやサンプルもいろいろかかっていて、どこから見たらいいのか目移りするくらい一面テアミートだらけの空間になっています。中でも私はテーブルに平置きされていた糸たちが目を引くものが多くて、ファンシーヤーン的なものとかちょっと異素材なものであったり、すごい発色が鮮やかなものとか、商品の特色に合わせてデザインされているラベルもおしゃれで可愛いなと思いました。こういう変わったテクスチャーの糸って編み地だとどうなるのか想像がちょっと難しかったりしますが、編み地のサンプルも充実してて選びやすくなっています。そしてキットも結構充実しています。ショールーム兼店舗ということなので、気に入ったものがあればそのまま購入していくこともできます。お値段的にも割と手頃なものが多い印象だったので、とりあえず気になるものをピックアップして見本代わりにいろいろ買ってって、後でオンラインストアで必要な量を買い揃えるっていう使い方でもいいかなと思いました。ちなみにこちらのショールームでは支払いが現金でできないので、そこだけ一点注意です。ということで沢田イットさんでは今回こちらを購入してきました。これはマクラメコードなんですが、ナチュラルコットンという商品名で、色がグレージュですね。メイドインジャパンとなっています。私は少し前からマクラメに興味を持ちまして、ちょこっとだけ今足を突っ込んでいるところなんですが、なかなかマクラメコードを豊富に取り扱っているお店がないので、これだけ品揃えが揃って吟味して選ぶことができたのは嬉しかったです。沢田イットさんのマクラメコードは太さやよりの強さが違う3種類のバリエーションがあって、色味もそれぞれ豊富に展開がありました。お値段も私が見かけた中では結構安い方な気がします。今回糸だけ購入してきたんですけど、こんな可愛いスマホショルダーとかタペストリーのキットもあるみたいなので、ちょっとだけやってみたい方にはこちらがおすすめです。
あとこちらはですね、なんとおまけなんですが、多分ヤンクロールの期間限定だとは思うんですが、何か買った方にこのダリーという商品の4色小巻きが入ったサンプルみたいなものをですね、いただけるという豪華なおまけ付きでした。このダリーという商品で4色の小巻きをおまけでいただきました。かわいいですよね、この糸も。これはなんかリリアン状になってますね。使いやすそうな糸ですね。私このマクラメコード1個しか買わなかったので若干恐縮なんですが、さらにもう一つ、カゴの中から好きなの一つどうぞって言われて、いろんな小巻きが入っているカゴの中からこちらも追加でいただきました。これはプニーっていう、さっき映像にも少し出てきてたんですが、名前の通りプニプニした感触の気持ちいい糸で、これも購入をちょっと迷ったので、うちに帰ってからじっくり確認しようと思ってこちらもいただいてきました。あとね、さらにもう一つあるんですけど、このおまけが入ってた包みにオンラインストアで使える 10% オフクーポンっていうのまでついていました。ちょっとこれは QR コードとクーポンコードの部分を隠してお見せするんですが、こんなね 10% オフになるというクーポンまでついて大盤振る舞いな沢田一斗さんです。ちなみに商品他にどんなところで購入できるか聞いてみたんですが、オンラインストアかまたは岡田屋さんでも結構取り扱いがあるそうで、私が購入したマクラメコードも岡田屋さんで常時取り扱っているとのことでした。ということで2軒目は沢田一斗さんの商品が全て揃っている店舗兼ショールームにお邪魔しました。はい、そして最後の3軒目にお邪魔したのはウォルナット東京です。こちらも最寄り駅が東京メトロ銀座線表参道駅です。沢田一斗さんからは歩いてすぐのところにあります。ということで沢田一斗さんからテクテク歩いて向かったんですが、街はもうクリスマスモードで、ほんの少しの距離の間でもあちらこちらにツリーなんかの飾り付けが見られて、クリスマス気分を満喫しながら歩いていきました。ウォルナット東京さんの路面店は青山通りからちょっとだけ横道にそれた閑静な場所に立っています。佇まいがめっちゃおしゃれで、アミリスのリスのモチーフがさりげなくいろんなところに潜んでいるので、皆さん訪れた際にはちょっと探してみてください。アミリスさんはもう言わずと知れた超有名ヤーンブランドだと思いますが、徳子さんとメリさんという2人の女性がオーナーのブランドですね。そのアミリスが運営しているヤーンショップがウォルナット東京ということになります。実店舗はどんな感じかと言いますと、アミリスのオリジナル毛糸のほか、海外から取り寄せた糸や道具、パターンブックも置いてありますし、サンプルもたくさん見ることができます。こちらがアミリスオリジナルの糸たちですね。全体の3分の1くらいですかね、だいたい。で、残りの3分の2くらいがいろんなところから取り寄せた海外の毛糸っていう感じの、毛糸の品揃えはそんな感じですかね。質のいい毛糸がたくさんあるので、やっぱり実店舗で手触りとか色味とかを確かめて選べるのはいいですね。これはずっと欲しいと思っているパール奏法の糸なんですが、これも色味がビビッドなものとか微妙なニュアンスカラーのものがあって、あと肌触りもすごく良かったので、実際目で見て触れて確認できるのが嬉しいですね。あとこういうサンプルの引き揃えの感じとかもすごい参考になるし、実物だと細かいところまでじっくり観察できるのがいいですね。道具類の品揃えはこんな感じで、たくさんではないけど厳選された品物が取り揃えられています。オリジナルのステッチマーカーなんかもありました。
あと変わったところでは紅茶が置いてあったり、トートバッグとか布物があるのは、アミリスさんは夏場ソーイング関係もやるから、こういうものも充実してるんですね。なので可愛いボタンなんかも少しあったりしました。あとパターンブックも実店舗だと中身を確認できるのがいいですよね。もう品切れになっているものもサンプルは置いてあるので、それも中を見ることができます。ということで、ウォルナット東京で購入してきたのはこちらの2つです。1つはアミリスオリジナルのトレックという糸で、100% メリノウールで 100g350 メートルの糸です。カラーは手染めバージョンの銀河鉄道という色です。これ第1弾をご覧になってくださってたら記憶に残っている方もいるかもしれませんが、お客さんの中にこの糸で編んだスカーフを身につけてきてた方がいらっしゃったっていうことを話題にしてました。その糸です。宮沢賢治が私大好きなので、中でも銀河鉄道の夜はもう何回読み返したかわかんないくらい読んでて、思い入れがある作品なので、このネーミングはちょっと忘れられず、ウォルナット東京さんに行ったら絶対確認しようと思ってたんですよね。糸の状態だとこんな感じの色味になってます。すごい綺麗。銀河鉄道の夜の銀河ステーションというショーの一節にこんなのがあるんですが、ごと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 、その小さな綺麗な汽車は空のすすきの風に翻る中を、天の川の水や三角点の青白い尾行の中をどこまでもどこまでもと走っていくのでした。あ、リンドウの花が咲いている。もうすっかり秋だね。カンパネルラが窓の外を指さして言いました。線路のへりになった短い芝草の中に、月長石ででも刻まれたような素晴らしい紫のリンドウの花が咲いていました。っていう場面。ここら辺のイメージにぴったりだなと思いました。まあ39から由来してるかもしれないんで、私の勝手な解釈なんですけど、編み地にした時の感じもすでに素敵だって分かってるので、こちら購入してきました。編み地だとね、結構華やかなんですよ。星空というよりは花火みたいな感じ。こういう染めの糸って編み地にした時のイメージがしづらいので、なかなか購入を迷うんですけど、これはビフォーアフターの状態も知った上で買えたので良かったです。しばらくこのまま眺めて楽しみつつ、どんなものにするかゆっくり考えたいと思います。はい。そして2つ目はこちら。ココニッツのメタルマーカーのいろんなタイプが入ったアソートのやつを購入してみました。これですね。こんな感じですね。こういうのとか、ちょっとちっちゃいやつとか、あとこういうのですね。こういうのがいろいろ入ったアソートのタイプを買ってきてみました。ココニッツのグッズってウォルナット東京さん以外では、私はイベント会場かオンラインショップでしか見たことがないので、ここに来ればいつでも置いてあるっていうお店があるのはすごい嬉しいことです。丸のタイプと三角のタイプを持っているんですが、どっちも使いやすかったので、今回はこのダルマピンのタイプも入っているアソートを新たに手に入れてみました。ちなみにアミリスオリジナルのメタルマーカーも気になったんですが、またそちらも次の機会に試してみたいなと思いました。ということで3軒目にお邪魔したのは、皆さんご存知の
アミリスの糸と海外の素敵な毛糸がいろいろあるウォルナット東京さんでした。はい、ということで東京の毛糸屋さん巡り第3弾は鉄麦糸の森、沢田一斗、ウォルナット東京、この3つのお店にお邪魔してきた様子をお届けしました。鉄麦糸の森はすごい充実した内容で、このお店単独でも1日過ごせるくらいのボリュームとときめきを味わうことができました。沢田一斗さんは普段は予約しないと入れないところをイベントの時は予約なしで気軽に足を運ぶことができたのが良かったです。また全商品を一気見できるので、オンラインストアでよく沢田一斗さんの商品買われる方とかは大きい見本帳感覚でおすすめです。ウォルナット東京さんはお財布と相談して結局見るだけで終わるっていうことが今まで多かったお店だったんですけど、イベントのこの機会に思い切って欲しいものを買うことができたので良かったなと思いました。この動画参考になりましたでしょうか。ヤギさんすごいペースでお買い物してますが破産しないですかというお優しいご心配のコメントをいただきました。ありがとうございます。安心してください。まだ破産はしてないです。破産しない程度に頑張れって思われた方はぜひいいね、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日はここまでです。最後の第4弾は吉祥寺編になります。皆さん大好きなあのヤーンショップが登場しますので、ぜひ第4弾もご覧いただけたらと思います。最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。